ありがとうございます。パン粉とお肉がすごい密着してるでしょ。水分を逃がさないから大変レタスランチでございます。美味しかったですよ。オーダー入ります。ネギごまいきます。はいよ。いらっしゃいませどうぞ。熟成とんかつランチが2枚です。よっ。玉ねぎがいっぱいに。ソースカツ丼用の肩ロースの肉なんですけど、鹿児島産の黒豚です。脂の甘みが他の豚肉と違ってすごく強い。お肉の味がしっかりするっていうか、鹿児島産の黒豚ってお肉の本来の味も十分出てるんで、脂が甘いのが特徴ですよ。ソースカツ丼だけで日によって30とか40とか、県外のお客さんが多い時とか特に出る数が多くなるんで、一番多い時で1日200名前後。お客さんってどういった方が多いですか？普段はやっぱ地元のサラリーマンの人とか学生さんとか、もう週末なんかは家族連れの方、定番のやっぱとんかつがやっぱ一番人気なんですけど、普通のちょっととんかつと違って熟成させてうまみをしっかり閉じ込めたとんかつで、一般的にとんかつ屋さんってラードで揚げることが多いんですけど、うちは菜種油で揚げてるんで、こだわりのとんかつソース、野菜の果汁とか果物の果汁だけで仕上げたようなとんかつソースで食べてもらって、それを途中から卵黄を入れるんですよ。とんかつってどうしても最後の食べて飽きてくる部分ってあるじゃないですか。卵を入れてソースをまろやかにすることによって味変するで、最後まで楽しんでもらうっていうのが食べ方っていうかと、そのとんかつをアレンジしたカレー、カツカレーじゃなくてうちとんかつカレーって言うんですけど、そのままとんかつに、出してるようなカツを乗せて大きいとんかつが乗ってるカレーとかと、親鶏、福井では純系っていう焼き鳥屋さんで人気メニューあるんですけど、その純系を親鶏を使ったカツ丼が、すごく人気です。肉と衣がスポッて抜けるの結構あるじゃないですか。それがすごく嫌で、パン粉漬けをあらかじめしたものを一晩二晩低温の冷蔵庫でバーッと寝かせるんですよ。パン粉をつけといて一晩二晩低温で熟成させる。まず衣と肉がぐーっと馴染んで、切った時とかあと食べた時にスポッて抜けないように、肉の旨味がギュッと凝縮されるように、しっかり熟成させてる。それは結構特徴です。福井県産のコシヒカリです。お米高いんですけど頑張って使ってます。やっぱりいろんなお米使いましたけど、コシヒカリって白米で食べると甘みが強かったり、あと時間が経って馴染んできてもやっぱり味が強いんで、やっぱり福井の人ってコシヒカリ食べ慣れてる。お蕎麦も結構これをアレンジしていろんな商品に使ってます。例えば唐揚げの下味、出しとらないとこって多いから。
で、飲食店で会社員していて、同じようなカツ丼とか地元のチェーン店にいて営業部長をずっとやってたんですけど、そこを卒業して自分のブランドを立ち上げてやりたいなっていうところで、永平寺町っていうところにお店を構えたっていうところで、最近法人化したんですけども、空域市の中心部にずっと前からお店を出したいなと思っていて、空きテナントが出たんで、ぜひここでやりたいということで、はい。交差点は、去年の2月にオープンしました。はい。はい、ではすぐお作りいたします。少々お待ちください。オーダー入ります。2枚のそばセットです。そんなことないです。揚げる直前にもう一回パン粉をつけ直したりするんですよ。だから特に黒豚の油なんて旨味が凝縮されてるんで、絶対その油を逃したくない。肉の厚さ大きさによってやっぱ違うんですけど、ソースカツのお肉っていうのは2分ぐらいで揚がっちゃいます。逆に火を通しすぎるとやっぱりお肉が硬くなるんで、割と最後は余熱で火を通す。170度とか180度の温度が一般的だと思うんですけど、160度前後の低温でしっかり中からじっくり火を通すっていう感じで。低温でじっくり余熱で通すんで、やや薄ピンクに仕上がるんですよ。やっぱ火を通しすぎると硬くなってしまいますし、衣もやっぱ歯触りが悪くなるんで、ちょっと早いかなっていうぐらいで揚げて、1分ぐらい経ってもあんまり温度って下がらないんで、余熱でじっくり通していくって理想的です。お待たせいたしました。こちら黒豚ソースカツ丼2枚のそばセットでございます。卓上に紅生姜とソースございますので、お好みで足してお召し上がりください。サラリーマンの人に支えられてもらってるんで、ご飯食べた後コンビニ行くってめんどくさいじゃないですか。で僕もサラリーマンやったんで、しかもいいコーヒー使ってるんですよ。最後に飲むじゃないですか、コーヒーって。最後に飲むコーヒー美味しくなかったらいつまで続けれるかわかんないんですけど、
タルにこう玉ねぎを飴色まで炒めて、五両玉ねぎが特にそうなんですけど、火を通すとやっぱ甘みが増すんですよね。結局溶けてしまうと玉ねぎ自体って旨みを感じないじゃないですか。玉ねぎのシャキシャキ感も出したいんです。これ甘口ですか？はい、甘口で。はーい。お待たせいたしました。こちらとんかつカレーの甘口でございます。はい、カツをお召し上がりの際にお好みでとんかつソースにつけてお召し上がりください。以上でご注文お揃いでしょうか？はい。しました。こちらおろしミックスランチでございます。こちらポイントカードでございます。とんかつカレーの甘口です。もう3枚目かな、カードは。はい。とんかつ全般はみんな美味しいのでおすすめですかね。美味しかったですよ。よく来られるんですか、こちら？いや、僕大阪なんで初めてなんで、千里浜のところでバイクのイベントがあって、今から大阪に帰るところなんで、はい、どうしてこちらのお店来られたんですか？福井ってソースカツ丼って有名ですよ。ヨーロッパ圏が大体有名なんですけど、違うところで食べてみようかなと思って、それで探して来たんです。では純系カツ丼って言ってめっちゃ美味しいです。塩でシンプルに食べる。これドレッシングつけるんですか？お客様です。はい、こちらプラス50円で青菜ご飯に変更できますがいかがなさいますか？岩塩ランチが1枚とそばランチが1枚、製とんかつ120ランチが2枚です。いらっしゃいませまた座席どうぞ。はい。パン粉とお肉がすごい密着している。じゃあ行きます。はい、失
礼いたします。こちら、はい、おそばランチでございます。卓上に紅生姜とソースございますので、お好みで足してお召し上がりください。ヒレカツもこうやって棒状で揚げるんで、すごいみずみずしいんですよ。水分逃がさないからヒレでもパサパサします。こちら、はい、岩塩ヒレカツのランチでございます。はい、こちらレモン絞って2種類のお塩でお召し上がりください。以上でご注文お揃いでしょうか。はい、いたします。ご注文どうぞ。はい、こちらとランチにございます。ちょっとお得なんです。中身出て一緒に。色までしっかり炒める。これシャキシャキ感がします。いいです。ちょっと食べやすいように、女性の方だとカツ大きすぎるっていう人もいるんで、ちょっと食べやすいようなサイズのカレーに。最後の炒めたところが美味しいです。そうなんですね。ニンニク生姜、玉ねぎがいっぱいになって。はい、お願いします。色は良くしました。色もいい。皆さん可愛らしいです。熟成とんかつランチが2枚です。チキン南蛮なんですけど、ニンニクと生姜に浸して、これも下味で寝かしてるんですよ。よっ。失礼いたします。お待たせいたしました。こちらチキン南蛮の LL サイズでございます。お好みでフライドオニオンやセロリを乗せてお召し上がりください。よく来られるんですか、こちらの店。本店の方にはちょこちょこと。あ、そうなんですね。おすすめのメニューとかってあります？あ、それよく頼まれるんですか？期間限定なんじゃなかったですか。20g のランチでございます。あるとこれ頼んでます。ソースに入れて味。ありがとうございます。ネギごまいきます。いたします。お待たせいたしました。こちらエビフライミックスランチでございます。こちら山菜そばランチでございます。卓上に紅生姜とソースございますので、お好みで足してお召し上がりください。以上でご注文それでしょうか。はい、お願いします。5610円のですね。ごゆっくりどうぞ。お待たせしました。こちら岩塩ヒレカツランチでございます。
はい。レモン絞って2種類のお塩でお召し上がりください。以上でご注文お揃いでしょうか。いただきます。美味しいです。よく来られてるんですか？たまに、はい。今日とんかつ食べたいなと思ってきました。福井県に秋吉さんってすごい有名な焼き鳥屋さんがあるんですよね。でそこの純系っていう親鶏を使った焼き鳥が個人的に大好きなんですよ。焼き鳥ってなかなか一人で食べに行けないじゃないですか。で僕もサラリーマンだったんで純系を気軽に食べれないかなってずっと思っていて、純系カツ丼にしちゃおうかなと。居酒屋さんとか焼き鳥屋さんでしかなかなか楽しめない純系をもっとこういうランチ業態で楽しめるようにカツ丼にしたら面白いなって思った。自分が秋吉さんの純系が好きだから一回純系をカツ丼にしてみようと思ったのがきっかけです。定番の濃厚味噌のネギごまだれ、ニンニクと塩の香りがいい塩だれ。いきます。はい、ありがとうございます。こちらが塩だれ。はい、こちらがネギごまだれ。はい、ありがとうございまはい。レモン絞ってお召し上がりください。以上でご注文お揃いでしょうか。はい。あ、1万円とか並べていただいて。無料。で、おそばが。1881円でございます。カレーいきまーす。なんか次から次へとでしょ。ねえ自分の中で250ぐらい買っすごいですね。ありがとうございましたー。ヒレソースいきまーす。1番さんです。おろしランチと標準系の塩だれです。これね小さいんでね 200g です。これは難しい。爽やかが入ってるアイスを作ったんですよ。お店さんでこれめちゃくちゃ美味しい。いや販売もしてます。はい。よし。じゃあチーズ岩塩ランチいきます。じゃあはい、失礼いたします。はい、こちら
配って2種類のシェアでお召し上がりください。よいしょ。はいよ。はい、失礼いたします。よくとんかつ屋さんってラードで使って揚げるんですけど、うちは菜種油で揚げてて、これは老若男女、おじいちゃんおばあちゃんにも子供さんにも食べてほしいなっていうのがあって、割とあっさりテイストに、サラリーマンさんでしたら週に1回2回ランチで使ってもらえるように食べやすいとんかつを目指して、まず菜種油、こだわりの菜種油を使ってる、アマゼンらしいメニューっていうのをお客さんにはいつも届けたいと思いますし、そこもたくさんのお客さんからご支持いただいているので、そこは今後もしっかり意識してアマゼンらしい商品を届けますので、一度食べていただきたいなと思います。